宣伝いきます。カズさん。もう一回チャンスあげる。アンズ。カズさん。ではバックパック紹介をしていこうと思います。せーの。アンズちゃんの荷物はこんな感じです。主に3つ持って歩いてます。まずはメインの大きいバッグはカリマーの40リットルのリュックになります。でこれを選んだポイントとしては機内持ち込みできるサイズ、で40リットルの中でもトラベルリュックみたいな形で大容量入るものを選びました。店頭には売ってなくて、なのでネットで探してAmazon のそのトライアル届いたのを試着して一発でこれがいいなと思ったのでこれにしました。ちょっと簡易的ではあるんですけど、ホールドするやつ、ホールドするものと前側もちゃんとホールドできるようになってます。前に背負ってるのがこれがサブバッグで、これには、主に貴重品とか大事にしたいものをメインで入れてます。街歩きとか観光行く時とかにもこれを背負って行ってます。POD っていうなんかキャンプとかアウトドアグッズのところのリュックで登山するようでおそれで買ったんですけど、これが結構大容量なのでこれを使ってます。あとはパスポートとかカード類とか絶対盗まれたくないものはこのセキュリティポーチっていうすごい薄いタイプのものなんですけど、ここに入れてこれを常に洋服の中に入れて腰に巻いて歩いています。続いてカズさんはこんな感じです。メインのバックパックとサブバッグとセキュリティポーチのこの3つを持ってきてます。まずメインのこのバックパックはカリマーのクーガーの70プラスっていうやつを買いました。決め手としては大容量入るやつが良くて60以上ぐらいは欲しいかなって思ってたので、まずそれぐらい。あとはここら辺ががっちりしてて、あとは結構これは個人の好みなんですけど、ここの後ろの高さが結構登山バッグとかだと高くなっちゃうんですけど、トラベルバッグっぽく背負える感じで見た目も気に入ったところも決め手の一つ。キャリーバッグとかだとそのバッグ自体の重さが大きくなっちゃう。これだけでも2キロとかあるんだけど結構それ以上に重くなっちゃったりもするからっていうのと、小回り利く常に身につけて歩けるバックパックにしました。こっちのサブバッグはアンズと同じ POD の登山用の小さめのバッグで、これを基本的には持って街歩きをしています。はい、まずはメインバッグに入っているものの中身について紹介していこうと思います。で、1番目は洋服ですね。洋服は基本的にはこれに収まっていて、あとウルトラライトダウンと登山用とかのマウンテンパーカー、これを持ってきてます。寒い地域はこれを使って寒さをしのごうと思ってます。どういうものを持ってきたのかを紹介していきます。さあ、この着てる洋服は半袖の薄い T シャツと、あとこれが上着は、寒いところとかで持ち歩き用で着れる薄い羽織を1枚持ってきてます。であとは GU で買った T シャツが白のものが1着と黒が2着持ってきてます。であとはちょっと高校時代に買ったスマッシュマンっていう T シャツ、これを持ってきてます。合計で5枚持ってきてます。で長袖は持ってきていません。下の方は今履いてる水陸両用の半ズボンを1本と、もう1個同じような水陸両用パンツを1本持ってきてます。長ズボンに関してはヨガパンツっていうのを1本と、この前タイで買ったこれも涼しいタイパンツを持ってきてます。最後にこれも1枚でも着れるんですけど重ね着もできるようなちょっとゆとりのあるズボンを1着持ってきてます。あとは下着に関してはパンツが4つと靴下が4つで T シャツの下に着れる肌着が2つとヒートテックとタイツを持ってきてます。あとはパジャマの上下セットを持ってきて、以上が僕の持ち物です。カズさんと一緒でこれに全部夏物冬物も全部入ってます。下着もこれに全部入ってます。であとは、ちょっと寒いところでのウルトラダウンと、あとマウンテンパーカーとサ
寒いとこではこれを一緒に併用したりしてちょっとしのごうかなっていう感じです。冷房で寒いところがあるのでこうしたちょっと薄手のものを1枚、これは常に持ち歩きで持ってます。で、主な服は GU で買った半袖の速乾性 T シャツ、これが黒2枚とあと白が1枚、合計で3枚入ってます。で、下の部分は短パンが1枚と長めのヨガパンツ、あとこれは寒いところとかで重ね着で着られる長い黒いパンツ、これが1枚入ってます。これもちょっと薄手なので、1枚だったら夏の国でも着れるかなっていうことで選びました。で、あとこの前買ったタイパンツ、着てるワンピース、黒いワンピースを1枚持ってます。で、あとはパジャマ1枚セットと下着類は上が3セット、下が 4,5 セットぐらいちょっと多めに持ってきて、あと靴下、夏での靴下を4足と、あとヒートテック上下1枚ずつ持ってきてるのと、あと水着を1セット持ってきてます。靴は3セットずつ持ってきてます。スニーカーとサンダルと水の中でも履けるスリッパです。続いては日用品編ですね。まずはタオル、大判サイズが1枚と中盤サイズぐらいが1枚、これをそれぞれ持ってます。次にベッドが気になるところでのトラベルシーツですね。シーツは結構軽量なものを選んでネットで買いました。私たちはドライヤーを持ってきました。あんまりバックパッカーの人で持ってきてる人いないっていうのを聞いてたけど、持ってきてよかったなとは思いました。ちゃんと海外対応のにしてます。洗濯なんですけど、さっき洋服でも紹介したように、本当最低限の洋服しか持ってきてないので、基本的には毎日洗濯しながら生活してます。洗濯洗面器みたいなのを持ってきました。これの中に、洋服詰めて水詰めて洗剤入れて、このバシャバシャバーってやったらミニ洗濯機になります洗剤はっていうと、これはネットで探して買ったんですけど、チューブ型のものを持ってきました。で、あとは洗濯したものは最後乾かすのにこの洗濯紐を持ってきてます。これ結構長くて50メートルぐらい、50メ50センチ、2メートルぐらいかな50センチは短すぎます。引っ掛けるところがあるので、部屋のどっかに引っ掛けて使ってます。畳ハンガーもこれを2つ持ってきてて、これは100均ダイソーで買ったコンパクトになるやつを2つ持ってきました。シャンプーとかどうして使うっていうと、私たちは全部固形のものを持ってきてます。ボディーソープと洗顔はこの固形石鹸1つで済ませてて、で髪の毛はシャンプーバーっていうものがあって、これ固形石鹸のものなんですけど、これ1個でちょっとトリートメント要素のあるやつをネットで選んで買いました。液体をあんまり持ってきたくないっていうところがあったのでシャンプーバーにしたんですけど、シャンプーバーはこのピュアバー和漢ハーブシャンプーバーっていう、これ楽天で買いました。で、石鹸はこれ前にいただいた家にあった固形石鹸を入れてます。固形石鹸を入れるケースです。これ Amazon で売ってたんですけど、高かったけどやっぱ石鹸のケースってちょっとかさばるものが多かったから、こうやって折りたたんでこうやってくるくるくるってまとめて、最後ここでカチャって止められるのがすごいいいなと思ってこれを買いました。これは入れとくだけで濡れた石鹸が乾くやつなんで、ね、そう濡れた石鹸入れてもすぐに乾くよっていうもので、携帯用浄水器です。でこれは知り合いの方にもらってちょっと持ってきたんですけど、まだ使ってはないです。歯磨き粉と化粧水とかはこのオールインワンジェル2人で使ってて、ちょっと乾燥するなっていう時とかはこのバセリン、あとはヘアバームちっちゃいの持ってきてます。爪切りとかちっちゃいハサミとかフロスみたいな消耗品を持ってきてます。続いて、予備で持ってきたものは、私たち2人ともコンタクトなので、いろいろレーシックにしようかとか考えたんですけど、やっぱ結局期間的にもコンタクトを持ってきました。2ウィーク使ってるので1年分の2ウィークと、あと1デーのものを1ヶ月分くらい持
っていってここに全部入ってます。歯ブラシですね。これも電動歯ブラシ普段使ってて迷ったんですけど、普通のこういう歯ブラシを使ってます。でこれ予備で5本ずつ持ってきてます。結構海外でも手に入れられるんですけど、やっぱ私は結構歯がちっちゃかったりするので、日本の歯ブラシ合う歯ブラシを買って持ってきました。で私たちコンタクト2ウィークなのでコンタクト洗浄液1本持ってきてます。あとはマスクをちょっと、これはカズが妹さんから誕生日でもらった休息時間ありがとう。まだ使ってないけど。疲れた時にね。あとホットアイマスクちょっと持ってきてるのとティッシュですね。あと日焼け止めはこれも必需品なので予備を一応持ってきました。虫除けスプレー、絆創膏とアルコールウェットティッシュ2つ予備で入ってます。であとは私は生理用品をだいたい2ヶ月分くらい持ってきてます。あとは現地で調達しようかなって思ってます。カトラリーセットを2つ持ってきてます。トイレットペーパーを2つくるくるこうやって手で巻いたのをいくつか小分けにして普段サブバッグに入れて持ち運ぶ用とその予備を持ってきてます。はい、で続いては、食品系ですね。これも本当最低限しか持ってきてないんですけど、家にいた時に毎日飲んでた青汁を入るだけ持ってきましたあとはスポーツドリンクですね。体調が悪い時とかにね。1個にいろいろ詰まってるんですけど、自分たちが食べる用と、うん、そのボランティアとかをした時にホストの人にちょっと振る舞ったりとかする用の2つが混ざってます。カレーは振る舞うものですね。そうだね。結構なんか日本のねカレーがすごいとろみがあって海外の方から人気あるみたいなので、でもちょっと重いから頑張って1箱で済ませました。であとはかつおだしとかお茶漬けとか味噌汁とか、そういうちょっと恋しくなった時に飲めるもの、あとはふりかけも入ってます。お味噌汁とかは結構賞味期限が長い、その乾燥しているタイプのものを割と探すのに苦労しました。あとはこれはカズがこだわって持ってきた焼きそばソース使うかな使わないかな。であとは、もう食べちゃったんですけどこれは関西のお姉さん家族からいただいた博多豚骨ラーメンカップラーメンを初日の夜に食べました。続いて薬を結構大量にこんだけ持ってきてます。日本の薬の方が安心して飲めるっていうのもあるので、普段よく飲んでるような薬系を持ってきました。ちょっと見ていいですか。総合風邪薬と、あと漢方薬いくつか、あと解熱鎮痛剤、汗かくと汗もとかになっちゃうので抗アレルギー薬とか、それ用の軟膏とかを持ってきてます。あとは整腸剤とか胃腸薬、下痢止め、酔い止めとかですかね。あと湿布とかも持ってきていて、ここに結構一つに収まる感じで持ってきました。続いて接種中にお世話になった人とかに渡す用のプレゼントを持ってきました。ダイソーで買えるようなお箸とか、あとなんか折り紙を一緒に折れたらいいかなっていうので、折り紙とか流行ってるらしいこういう消しゴム、アイマスクとかカイロっていうのがお土産に買って帰ることが多いらしいから、アイマスクはお土産用としても持ってきています。あとはちょっとこういう小さい封筒があって、これにちょっと手作りした5円玉を水引きで結んだこういうのを作りました。鈴とかなんかシールとか、こういうお祭りのペンとか、だからもうとりあえずいろんなものをダイソーで買い漁ってましたであとあんずが結構字が綺麗だから、綺麗じゃないです。筆ペンと厚紙みたいなのを持ってきて、ちょっと習字っぽく書いてあげたらいいかなと思っています。続いてガジェット系について話していきます。アイテムの中で重いのはこのパソコンを1台持ってきてます。レノボのシンクブックなんですけど、この旅のためにできるだけ軽くて、ある程度動画編集とかができるようなスペックのパソコンっていうのを選んで買いました。あとはガジェット類としては、今アンズちゃんが撮ってくれてる Osmo Action 4っていうガジェットと、あとそれを結構これ海外でめっちゃ使ってる、ここにマウントできるこういうネックレスマウントっていうのを買いました。ちょっとこの電気系のことも言っちゃうと、変換プラグ、変換アダプターと、あと延長コードとか、充電器類、あとモバイルバッテリーとかっていうのをこの度には持ってきています。ここからサブバッグ編です。
まずはハンドタオル、これは速乾性のものです。一応折りたたみ傘、日傘としても歩いてる時使ったりしてます。日よけのサングラスと飛行機とかバスの移動で使うネックピロー、これは飛行機とかホテルとかで使うスリッパと、私足がむくみやすいので着圧ソックスを持ってきました。あとは帽子エコバッグも持ってきてます。メガネですね。さっきメインバッグで紹介したものがほとんどなんですけど、ティッシュとか日焼け止めとか入ってます。あとはさっきも言ったトイレットペーパー入れてます。で、何かと結構使うペンですね。財布はキルティポーチ合わせて3つに分けてて、これがメインで使ってる財布、盗まれてもいい用の財布で、多少のコインを入れてます。偽物の携帯、予備の携帯を入れてます。何かあった時にこれを差し出せるように後で持ってきました。で、最後に南京錠をそれぞれメインバッグもサブバッグも全部つけるようにしてて、あとワイヤーロックですね。あとワイヤーロック、バッグとかをどうしても離れなきゃいけない時とかに柱とかにくくりつけるようなものとして持ってきてます。プラスで電気シェーバーぐらいかな、俺の違いで言うと。以上です。という感じで一通り喋ってきましたが、結構アイテム選びはこだわってるよね。ネットショッピングでいろいろ買ってとか、そんな感じでいろいろ調べながらやってました。現地で買えるものもたくさんあるから、最低限を持ってこようということにしました。以上です。バイバーイ。